はようございます。たかしです。本日は11月28日火曜日、ただいま10時3分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。本日もそうなんですが、昨日から下落が始まっております。週末の投稿でお話ししていました、ここでのダブルトップが意識される可能性を考えておりました。現在はそんな感じですね。ただ基本的には上昇トレンド中なんですね。GMMA の青帯は上向きですので、今はこの上昇トレンドで一旦高値越えをしてからの調整の下落の範疇と考えております。もちろんここからダブルトップ完成での大きな下落になる可能性もありますので、その辺は注意が必要ですが、現段階では冷やしはまだ調整の下落中。ただしここから下落していくのであれば GMMA の青帯付近結構これ下げ幅あるんですよね。現在ですとこのダブルトップのこのネックライン付近ですね、だいたい 185.5 とか 184.5 とかそのあたりが意識されてきますので、 184.5 から 185.5 その付近までは下落する可能性を考えておきたいです。そのあたりまで下落してくると GMMA と接触してきますので、そこで一度冷やし単位の反発が入ってくるとは考えますけれども、その付近 184.5 から 185.5 っていうそのゾーンを下抜けていけばダブルトップ完成からの下落になりますので、そうなると181円ぐらいまでは下落しそうですね。では4時間足です。今朝から大きく下落しておりますね。ただストキャスティクスはそろそろ安値圏に差し掛かりますし、 GMMA の青帯付近でもありますので、現在地付近っていうのは反発しやすいところではありますね。ですのでこの辺りでの一旦反発を待ってからのさらに下落方向への流れをイメージするのか、現在は4時間足上昇トレンド中ですので、この上昇トレンドを崩すためにはまずは GMMA の青帯の下に入ってこないといけないです。そう考えるとこの白い水平線 186.7 付近っていうのを明確に下抜けてくると、そこからもう一段下落していくと考えますけれども、まずは現在地 GMMA に接触しておりますので、この辺りでの反発をイメージしておきたいです。ただもう少しストキャスティクスが下げる余地がありますので、もうちょっと下落余地があるのかなと。そう考えると 186.7 か8付近、この白の水平線付近まで一旦下げ切ってから、そこからの反発になってくるかもしれませんね。では1時間足です。1時間足はすでにもう GMMA の青帯の下に入ってきました。今まで上昇トレンドだったんですが、そこから反転して現在は下落トレンドに変わっております。ただし現在は直近の安値付近、そして先ほど4時間足で言ってましたこの白の水平線がありますので、この辺りっていうのは反発しやすくなってきますので、現在地から 186.8 付近までの間は反発しやすいゾーンになってきますので、その辺は注意ですね。4時間足のストキャスティクスもそろそろ安値圏、そして1時間足のストキャスティクスも安値圏にありますので、やはり一旦の反発を待ちたいところですね。ここからの動きのイメージはこんな感じですね。一旦上昇してきて、次 GMMA、 この GMMA がだんだんと下がってきますので、それで上値を抑えられてからの下落っていうところを見ておくといいと思います。まずは一旦の反発を待ってから次の下落の流れですね。こういった強い下落をしている時っていうのは、そこにはついていかないのが安全です。いつ急激に反発してくるか分かりませんので、まずは下げ止まって一旦上昇してから次の下落の流れに乗っていくようにしましょう。では次はドル円です。ドル円はオレンジの平行チャンネルの中で動いていて、今はその下限付近を目指しているのかなという話をしておりました。そして現在下落中ですね。ですのでこのオレンジの平行チャンネルの下限、現在地からそのまま垂直に下落すれば 146.5 付近を目指して下落するのかなというところですね。そう考えると現在が148円ですので、結構下落幅はあるんですけれども、まずは直近のこの安値が意識されてくると思いますので、147円付近ですね。そのあたりまで下落して、そこからどうなるかっていうところを見ておくのが良さそうです。では4時間足です。4時間足には白のこの切り下げラインを引いております。ちょうどこのラインに接触しての下落という感じで綺麗に下落してきておりますよね。ですのでまずはこの下落の流れに乗っていくなんですが、ポンド円と同じようにストキャスティクスは安値圏に差し掛かっておりますので、一旦の反発後の下落をイメージしておくのがいいです。イメージとしてはこんな感じですね。一度上昇してからの下落、そして直近の安値ぐらいまで、つまりこのオレンジの水平線 147.2
147.25、だいたいこのあたりですね。もうちょっと上ぐらいがいいかもしれません。147.5 から6付近、そのあたりで下げ止まる可能性を考えておくのがいいですね。そしてそこまで下げてくれば次はダブルボトムが意識されますので、一旦の反発の上昇が起こる可能性を考えておきたい。まずは4時間足のストキャスティクスがほぼ下げ切っているので、一旦のこのストキャスティクス、この安値圏から一旦上昇してからの次の下落の流れ、こういう緑の矢印のイメージを想像しておいて、そのように動いてくれば次上げ止まりを待ってからの戻り売りをしていくのが安全です。では1時間足です。1時間足は緩やかに下げてきましたよね。ここ先週から結構高値圏で揉み合っていて、それが煮詰まってきてからの下落になってます。そこからはここ GMMA の青帯ずーっとサポートされているんですよね。先週の木曜日も金曜日も。そして昨日そこを下抜けてきて、今度その GMMA の青帯にレジスタンスされての下落、この黄色丸のところですね。綺麗にここで上値を抑えられて、そこからの下落になっております。ですので先ほど4時間足でも言いましたけれども、今ストキャスティクス安値圏にありますよね。4時間足もほぼ安値圏にありますので、一旦の上昇を待ちたい。一旦上昇してきて、昨日のように GMMA の青帯で上値を抑えられてからの下落。こういう動きですね。こんな感じです。GMMA がこのように降りてきて、そこにレジスタンスされてからの下落っていうところを想定しておくといいと思います。必ずこういう動きをするわけじゃないですが、今この下がりきっている状態からさらに売っていくっていうのは、当然こういう上昇の動きがいつ起こるかわからないっていうところでのショートエントリーになってきますので、優位性としては全然ないんですね。最安値をつかまされてここから大きく上昇していくっていうことも十分考えられますので、なので一旦上昇してから次下落の根拠を作ってくれば、そこからの次の下落の流れに乗っていくのがトレードとしても安全ですし、勝率も上がってきますので、そういうトレードが心がけられるといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を更新してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。限定動画はその知識の宝庫です。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。